神奈川県川崎市にある川崎大師に向かいます。京急の川崎大師駅を降りて表参道経由です。あとチャンネル登録をお願いします。大変なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。実際はもう一つ先の東門前駅で降りた方が近いと思う。商店街を歩かせるトラップ。辺りは自社町として古くから栄えてきたようですね。ひたすら通りを歩きます。非常に動線が悪いです。もう右手は川崎大師なのにな。まだまっすぐ歩きます。わざわざ仲見世通りを歩かせる作りにしているのでしょう。まだなのというくらい相当歩きます。通り過ぎてしまったのではと心配するほどです。こんな感じで商店街が切れると道間違えたのではって感じる。左手も昔は商店だったのかもしれませんけど、今では住居になっているのか。ようやく右折ポイントに来ましたよ。仲見世通り経由で折り返して寺に向かいます。これ駅を作る位置絶対におかしいよね。地権者の利益を優先したパターンだろうか。でも東海道とか考えると人が来る方向は合っているのかな。江戸時代から動線は変わらないのだろうか。人がいない時間なので撮影が楽ですね。混んでいると人の背中ばかりを映す羽目になる。ここの仲見世は飴売りが包丁とまな板でリズムをとって賑やかなパフォーマンスがあるのですが、当然ですが客がいないとやってないですね。涼しげだな。川崎大師は真言宗智山派の関東三大本山の一つです。残りは成田山新勝寺と高尾山薬王院。
1日で全部回ろうと思って高尾山からスタートして成田山にお参りして、そこで力尽きた思いで。空いてるね。晴れているし撮影日和。この前に行ってきた総持寺って仲見世や屋台、自社町が形成されていない分で観光地としては地味なのかな。川崎大師は古くから人気のお寺です。初詣客は全国三味。平安時代の1128年に建立。ただ空襲で全部焼け落ちているので、ほとんどが戦後の造りです。法要やっていますね。空海の像と四国遍路88カ所の寺名が書かれた石柱が周りを囲んでいます。四国遍路を終えていますので、寺名を見るだけで懐かしいですね。屋台スペース。土日祝日は屋台出ていますね。屋外法要の設営ですね。1984年建立の五重塔、築40年。日本は繊細でかなりの文化的遺産が消失しています。いいとこでな、簡単にいられないよね。
なんだこれ、観音をモチーフとした女神らしいです。天女ほか。映してはならない人たちがベンチに大勢座っています。川崎競馬とか川崎競輪に行けばいいのに。ここまで来たら再突入ですよ。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。多摩川を渡る前に川崎大師の駐車場に薬師殿がありました。2008年にできたインド風の道具だそうですよ。では次に向かいますよ。